久しぶりに計110のジャンク品を入手しました。やったね。いやほんと久しぶりです。全然フリマに出てきませんからね。待ち焦がれたジャンク品の受信キーボードですよ。しかも機体までついてます。さらに私が持っていない部品も入っていたのです。ということで今回はジャンク品のレビュー動画です。まずは受信キーボードの作動テストをしてみましょうね。通電はしました。バインドスイッチを押します。無反応ですね。これはよくある故障です。いろいろお触りすることで大体どこが原因か分かりました。2つ目の受信キーボードはどのような故障でしょうか。通電しませんね。完全に故障しています。直すのが楽しみです。3個目はバインドしました。壊れてないようです。サーボも動きますね。テールモーターも動きます。調べたらモーターが断線してました。1本断線してもモーターは動く場合があるので、それで故障と判断した感じです。困りましたね。受信キーボードは故障していません。故障していない受信キーボードなんて必要ありません。これは出品者様に責任を取ってもらわないと困ります。他のモーターもチェックしましたが、4個のモーターのうち2個が断線していました。これは手巻きモーターのベースにできるのでちょうどいいです。しかし、なぜ断線するのか。大抵はモーターの根元付近の断線ですが、K110S のモーターは断線しにくいように処理されているようなので、原因はモーターを分解してみないとわかりませんね。それにしても、この機体は状態が良いですね。少し部品を変えるだけで新品でも通用するぐらいです。収益化も期待外れなので、この機体を売ってがっぽり儲けようかな。やったね。ここからはジャンク品の状態をスピーディーに見ていきましょう。2つの受信キーボードは間違いなく故障しています。とても喜ばしい状態です。直すのが楽しみですね。今後動画を作るかもしれません。ESC は3個ありましたが、2個はテストして問題なし、1つは未確認です。このサーボは一番状態が良いものでした。こちらはややダメージを負っているサーボです。サーボの耳が折れていますが、これぐらいなら問題ありませんね。一つだけメタルギアのサーボがありました。これも今後テストしてみたいです。テールモーターやテール関係の部品は一つ新品があり、あとは使用済みでした。まだチェックはしてませんが、墜落のダメージが多い感じです。フレームは4個ありましたが、使えるのは2個でした。ボディマウントが強化されましたが、墜落すると折れますね。あと、初心者様の機体でよくあるのは瞬間接着剤を多用することです。瞬間接着剤を使うと修理で苦労します。修理が早くできるということで瞬間接着剤はお手軽ですが、ジャンク部品の価値も大幅に下がるので、フレームにはスーパー X などのシリコン系接着剤をおすすめします。シリコン系ならきれいに剥がすことができますからね。ギアは厚みの半分が舐めてる感じです。墜落時のホールドが遅くなるとこのような削れ方になります。サーボプレートは新旧タイプで問題なく使えます。
ローターヘッドも問題ないようです。リンケージは外すのに苦労されたようで、傷や変形が多いです。K110S のボールリンクは硬くなりましたから、リンケージを外す工具が必要ですね。シャフトはカーボン以外は曲がっていましたが、簡単に直せるのでラッキージャンクです。やったね。これは初めて手にしました穴の開いてないテールパイプです。これもラッキーですね。合成感とか手に取るとよくわかります。テールの配線を巻きつけるのが嫌で使いたくないんですけど、ノーマルのテールパイプは墜落に弱いですからね。これに頼りたいのもわかります。メタルのテールモーターマウントが取り付けてありましたが、瞬間接着剤で接着されていたので外すのに苦労しました。ベアリングは半分がゴロゴロで使えない感じでした。スワッシュプレートは長い方のボールリンクが折れてました。私は短い方しか使わないのでまだ使えます。メタルスワッシュプレートは墜落の衝撃でインナーリングの軸ずれがありますが、簡単に修理できるので使えます。このモーターは断線して使用不能ですが、改造モーターのベースに使えるのでラッキージャンクです。まともに回るモーターをわざわざ分解して改造するのはもったいないですね。2枚のテールブレード以外使ったことがないので、この4枚ブレードも興味があります。ローターグリップはベアリングホルダ部分が裂けてます。このままでは使えないですね。スキットは何らかの理由で脚の部分が曲がっています。何が原因でしょうか。 ESC にブレーキ設定されたものがあったので、メインローターが急ブレーキで停止して地面に叩きつけられたからでしょうか。この2つのフレームは使用できません。無垢素材のテールパイプを使うとフレームに大きな負荷がかかり破損するようです。キャノピーは割れていますが修理可能です。これはこの動画の中で修理をしましょう。最初の動画を見てる方は、あれ、一機足りないんじゃないのと思われると思いますが、この中の部品を使って一機組み上げました。新品同様になりました。これを売ってボロ儲けすることができます。あ、ギアだけは私の部品を使いました。いくらで売ろうかな。毎度ありがとうございます。値段を決める前にキャノピーの割れを直しましょうね。直し方はいくつもあると思いますが、今回は確実な方法で直します。これは製品をパックするブリスター素材を使います。重量を増やさないためにもなるべく薄い方がいいですね。こんな感じのパッケージのものを取っておくといいですよ。セロテープで割れた部分を軽く補修します。ここを丁寧に合わせておくと後できれいに仕上がります。素材を割れた部分より大きめにカットします。キャノピーの曲面に合わせて素材を曲げると強力に接着できます。素材を紙やすりで足付けします。パーツクリーナーなどで脱脂します。接着剤はスコッチの強力接着剤を使っていますが、生産終了だそうですので G クリアでも大丈夫だと思います。今回は使い慣れたスコッチを使ってます。薄く塗ります。キャノピーの方にも薄く塗ります。このタイプの接着剤は貼り付ける前に5分から10分程度置いて貼り付けるので少々時間がありますから、修理した K110S を飛ばして時間を潰しましょうかね。
5分以上経ったので貼り付けていきます。傷がつかない棒などを使い、押し付けるときれいに貼り付きます。表側に薄いテープを貼っておくと良いです。セロテープでも良いのですが、余ったステッカーやステッカーの余白の透明部分を貼ると良いと思います。あとははみ出たブリスター素材を切り取り完成です。ということで K110S1 機を売ってボロ儲けしようという動画でした。機体の内容はブザー付きです。私はミニヘリのジャンク品をいくつも購入してますが、機体をお譲りしたことはなく、今でも全て所有しています。なので今回初めてお譲りすることになりました。すでにオーナー様の元に向かっております。もう売ってしまいました。気になるお値段ですが、送料などの経費を差し引くと3500円程度です。3500円というと私の動画35本分の収益に匹敵しますからね。ボロ儲けですよ。毎度ありがとうございます。